お久しぶりの Vlog です。春になり、こちらも暖かくなってきたので、最近の日々をお届けします。ところで皆さんはもうお花見に行きましたか？私は先日用事で弘前に行ったのですが、桜が満開で綺麗でした。今回は近所でお花見をした様子も撮影したので、一緒にお花見をしている気分になってもらえたら嬉しいです。こんにちは。ちょっと今週実家に帰ってきてるので、実家にいる間に Vlog 撮ろうと思います。今日は午前中は勉強してて、午後からはちょっと買い物行って、でこれから初めて作った靴下の水通しをして、あとはかぎ針編みで作りたいものがあるので、それを作ろうと思います。水通しの前にちょっとおやつを食べようと思います。今日のお茶はローズヒップとハイビスカスのハーブティーで、おやつはおばさんからいただいたフルーツ大福です。実は今回人生で初めて靴下を編みました。いろいろな方からかなり工程が難しいと聞いていて心配なことが多かったですが、特に挫折することもなく完成させることができました。温かみのある素敵な靴下になってとても嬉しいです。楽しかったので今後もたくさん靴下を編みたいと思います。次は模様が入った靴下を編んでみたいと思っています。もし初心者でも編めそうなパターンがあれば教えてください。はい、水通し終わったのでこれから編っていきます。私は普段ぬるま湯で30分40分くらいつけて、それからこういう洗剤でもみ洗いをして、ですすぎで脱水にかけるようにしてます。物の大きさによりますが、こんな感じでまず今日は靴下の水通しをしています。靴下は先週完成していましたが、水通しが面倒で放置していました。でも水通しの作業自体は好きで、この水の音が心地いいなと思います。最近暖かくなって水通しやお皿洗いが楽になって嬉しいです。雪国のこちらもだんだん暖かくなってきましたが、実家の猫さんはまだ毛布に埋まってお昼寝をしています。
そんなところもとっても可愛いです。洗った靴下は絞らずそのままネットに入れて脱水をかけます。絞るとフェルト化して大変なことになります。脱水して乾かしてます。あとは日陰に干した方がいいと思うんですけど、もう今日は夕方なので、もういっぱいお日様が普段は当たる場所に置きました。じゃあこれで明日まで乾かします。今日はかぎ針編みでハンドバンドを作ろうと思います。参考にしようとしてる動画が英語なのでまだちょっとできるかわかんないんですけど、ちょっと挑戦してみようかなって思います。で、今日使う毛糸はセリアの流れ星っていう毛糸のカラーナンバー2番と、あとオーガニックコットンの太い方を使って作ろうと思います。実は最近生活リズムが大幅に崩れていて、編み物をする時間を十分に確保できないくらい辛かったので、生活リズムを整えるために実家に帰省していました。とても改善したとは言えませんが、寝る時間は以前より早くなりました。それでも朝起きるのはまだ辛くて、毎朝アラームが何回も鳴ります。午前中は眠気に負けて朝ごはんを食べた後寝てしまうことが多く、最近は眠気と戦う毎日を過ごしています。あまりストレスをためないようにデジタルデトックスや美味しいものを食べたり外に出たりいろいろしていますが、寒暖差や気圧の影響でなかなかうまくいかないのが現実です。でも帰省してゆっくり編み物ができていることはとても嬉しく思います。海外の編み物動画から新しいアイデアをたくさんもらって、今週はとてもいい刺激を受けることができました。この毛糸の組み合わせもとても可愛くて、制作途中からお気に入りでした。同じ毛糸がまだあるので、他のパターンでも作ってみたいです。これからの季節にとても活躍しそうで楽しみです。完成しました。こんな感じです。今日はこれからお花見をしに行きます。その前にコーヒーとお菓子を調達します。コーヒーの濃さを選べるのは初めて知りました。公園に誰もいなかったので、今日は桜を独り占めです。
桜の木の下を定位置にしました。今日はお花見をしながら編み物をします。この日は気温20度以上で暖かく、風もほとんどなく、見ての通りお天気も良かったのでお花見日和でした。冷たいカフェラテも美味しくて幸せな気分です。夏の暑さは苦手だけど、春の暖かさは好きです。これからどんどん暑くなるかと思うと少し憂鬱です。皆さんは春と夏どちらが好きですか？昨日作ったヘアバンドも早速つけてきました。今日作っているのは販売用の付け襟です。付け襟はもともと自分用で作っていましたが、この可愛さをたくさんの方にシェアしたいと思って販売用にいくつか編んでいるところです。今までお外で編み物をしたことがなかったのですが、この日お花見をしながら編み物をしてみて、お外で編み物をする楽しさを知ってしまいました。ピクニックみたいで楽しかったので、やったことがない人はぜひやってみてください。お日様の光や鳥の鳴き声、周りの音がいろいろ聞こえて、公園は実家の中とはまた違った心地よさがありました。暑くなる前にまた公園でピクニックみたいなことをしてみたいです。3時になって人が増えてきたので、お菓子を食べて移動します。家からクッキーを持ってきたので、それを食べます。春らしいピンク色のいちごクッキーで美味しかったです。たった一人でのお花見でしたが、十分楽しかったです。帰りに実家の近くの公園も見に行ったら桜が満開でした。鳥も飛んでいました。この日は午後に駅前のコーヒー屋さんで少し作業をしました。ちなみに午前中は大学の勉強をしていました。
桜以外にも黄色いお花も満開で綺麗でした。コーヒー屋さんでお店の人やお客さんに自分の今の活動のことやこれからしたいと思っていることをたくさん話してアピールできて、とても有意義な時間を過ごせました。付け入りもこれくらい進みました。お店の方にたくさん進んですごいねと褒めてもらえたのが嬉しかったです。集中して作業ができたので、またここに来たいと思います。とっても春らしい3日間でした。また来週から頑張るためのエネルギーチャージができました。皆さんも良き春をお過ごしください。そんな感じで編み物とお花見をする日常 Vlog でした。この動画が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。